皆さん、森のニーナです。今日の動画は9点メガ割開催中ということで、この機会に試してほしいおすすめの商品と新作なのにすごい人気で注目されているアイテムたちを紹介します。もう夏も終わりかけで、これからの季節アフターケア勝負時なんですよ。私も今年頑張ったとはいえ結構お出かけする機会も多く紫外線をたくさん浴びたので、メラニンケア、エイジングケアをしっかりしようと思っているところです。なので今回そのように美白とリンクルケア、老化防止に特化しているので、乾燥や張り不足が気になる方にとてもぴったりです。ぜひメガ割でお得にゲットして肌のお手入れを楽しんでください。それでは始めていきます。スタート。最初のおすすめアイテムはこちらです。じゃじゃん、ナンバーズイン白玉グルタチオン C メラゼロクリーム。こちらのクリームはレーザートーニングと同じ原理で、メラニンを破壊、食べちゃう成分が入ってるらしいんですよ。物理的に食べるってわけじゃないんだろうけど、ちょっとメーカーさんのその説明ちょっと面白かった。今年は日焼けケア、美白ケア頑張って取り入れてたんですけど、この夏にしても結構お出かけ頻度があまりにも高かったので、シミ予防美白目的っていうのと新商品ということでちょっと今回飛びつきました。その他の特徴で言うと、白玉点滴にも含まれるグルタチオンが入ってるので、お肌の色素沈着だったり肌のバリア機能を高めてくれるようなクリームです。ちなみにね、スパチュラついてます。色はこんな感じで少しだけ黄色いです。テクスチャーはめっちゃ滑らかです。本当にふわふわのクリームです。優しく包まれる感じが本当に心地よい。で、伸びもすごく良くて、その上スッと肌に馴染んでくれます。これね、成分だけじゃなくて本当にこの使用感が私は気に入りました。塗ってみます。保湿力が結構あって200時間しっとりが続くそうです。200時間もつけっぱなしにすることはないけど、それだけそのお肌の角層まで蒸発しないぐらいの効果があるんだと思います。本当にこれは一度塗るとしっかりと潤いがキープされるので、乾燥が気になる方にもすごいぴったりです。で、香りはね、なんかちょっとお米みたいな匂いがする気がします。肌に馴染むのを待ってる間に成分を説明すると、メラゼロ1万 ppm っていうのが、この成分がメラニンを食べちゃうらしいんですよ。で、具体的にはメラニンっていう肌の黒ずみを引き起こす色素を壊してシミの元だったりお肌が黒くなっちゃう元凶っていうのを減らしてくれるので、美白透明感のある肌に導いてくれます。あと 8GF っていうのがお肌を新しく作り変えるのを助ける成分で、ニキビ跡だったりシミを薄くのに役立ちます。あとはグルタチオン、美白成分としての抗酸化作用があって肌のトーンを均一にします。L システインっていうのがあって、これはグルタチオンと一緒に使うことによってより効果を倍増させる。あとシストテロールっていうのが肌のバリア機能を強化してくれるので、お肌を弱まらせない、強化させる。しばらく使ってみた感想としては、マジで普通に透明感出るのでびっくりしました。で、それを体験してからは外出た時にやっぱ T シャツとかタンクトップとか着てた時に、やっぱちょっともったいないかもしれないけど伸びがいいから、これをこういう肩とかに塗ってます。メラニン食べてくれるってまとめると、使用感としてはやっぱ透明感っていうのはすごく感じたので、成分たちが謳ってる美白効果とかメラニンを破壊するよっていうのはあながちちゃんと働いてる気がしました。ナンバーズインやっぱいいアイテム多いなって思いました。続いてのアイテムはラネージュリップグローバームマンゴーです。ラネージュのスリーピングナイトマスク、わかります？リップ用のあれの持ち運び用ができたんですよ。いつでもどこでもプルプル潤いを手に入るってだけでめっちゃテンション上がりました。容器がやっぱ持ち運び用で、そのスパチュラいらずで直接触れずに取れるってところも衛生的でいいなと思いました。ちょっと値段とか比較してないんですけど、コスパ悪くないんだったらむしろずっとこれがいいなって思います。テクスチャーはこんな感じで、私3つあるんですけど、このマンゴーが一番お気に入りだったのでこちらを紹介してます。あとちょっとだけ色づくんですよね。このイエローの色づき方も好みでした。こんな感じです。結構スリーピングマスク元のジャータイプの時と同じくらいの質感だと思います。同じだと思います、質感的には。で、結構やっぱラッピングされてる感
感は同じですね。密着します。はい、こんな感じで私思うんですけど、唇ってイエローカラーのリップグロスとか塗るとすごいくすみが飛んで透明感が出るような気がするんですよ。赤ちゃんの唇の色みたいな、こんな感じです。わかります？この差。はい、少量でもこのぐらい潤います。成分で言うとシア油とムルムルシュッシュッシッシュが入ってるので、唇を柔らかくしてくれたり保護したり保湿の役割です。あとはビタミン E が入ってるので抗酸化作用も入ってるので、一応ね実はラネージュエイジングケアもできちゃうらしいです。まとめると、日中の乾燥による唇のダメージを夜中にケアしたいという方だったり、持ち運び用のリップもできれば夜用レベルの保湿力を求めている方にすごくおすすめのリップアイテムです。はい、続いてはこちらです。サンビュセンシティブポケットサンスティック。私日焼け止めスティック大好きで、もともと結構いろんなものを試してきたんですけど、これさサイズめっちゃ良くないですか？エアポッツよりもちょっと大きいくらい、持ち運びがすごい便利で、見た目もシンプルで可愛くないですか？でこんなコンパクトなんですけど SPF50 プラス PA4 プラスマックス値なので、しっかり数値も高くてとても心強いです。これはもちろん今見た目だけじゃなくて、なんで私がこの動画でおすすめしようかと思ったかって、マジで使用感がいいの。全然ベタつかずにさらっとしてるので不快感がない、日焼け止めとしての。テクスチャーはこんな感じで、手の半分塗りました。こっちにない方、こっちある方。結構皮膜感っていうのがあんまりなくて、保湿スティックみたいな感じです。本当にさらっとしています。だけど若干しっとり感があります。保湿感で言うともう全然ベタつかず、だけどちょっとしっとり感はあって程よい水分感も感じられます。成分の特徴で言うと8種類のヒアルロン酸が入っているので、肌の水分保持力っていうのを失わずに紫外線からお肌を守れます。であとはアロエエキスも入ってるので、その紫外線によって浴びた時にダメージを受けるんです。だけどこのアロエエキスが入ってることによって肌を鎮静させてくれて、ほてりとかをねなるべく抑えるようにしてくれます。昆布エキス、肌のキメを整えてくれたり張りを整えてくれます。あとスミレのお花のエキスが入ってて、これは肌のトーンを明るくしてくれるものらしいです。アチアチン酸っていうのが、これも紫外線からお肌を守ってくれるような成分です。直後はベタつかずすぐさらっとした感触になるんですけど、長時間外出した後もこのサラッと感とかは汗をかかない限りは持続します。どんな方におすすめかって、外出先で手軽に手を汚さずに日焼け止めを塗り直したい方や、軽いつけ心地を求める方におすすめです。小さいバッグにも入るのですごく持ち運びにも便利です。あと2つ入りなので友達や家族とシェアしちゃったりとか、私みたいに多分ね塗り直ししすぎたんだろうね、お手洗いとかでも使ってて置いてきちゃったんだろうね、なくしちゃったりとかした場合にも予備でねもう1個あるっていうところも、この価格帯にしてはすごくコスパいいなって思いました。これはねサメのクリームとかの香りとは少し違って、ちょっとだけ香料があります。なんか柔らかいフローラルのような香りです。はい、続いてのアイテムはエイジングケア、特に極めたい方におすすめです。じゃじゃん、サムバイミーのセラムです。レチノールとレチノールの次の段階になるレチナールとバクチオールが配合された乳液タイプの美容液です。年齢を重ねたお肌にしっかりとアプローチをして、お顔全体をエイジングケアしてくれます。テクスチャーについてなんですけど、見た目は結構滑らかな乳液タイプで、若干色が黄みがかってます。触り心地はめっちゃくちゃ軽いです。本当に水分多めの乳液ってくらいとっても伸びが良いです。でバクチオールも入っていてマイルドなエイジングケア効果なので、皮がむけてる時とかはレチノールやめた方がいいんですけど、刺激を避けたい時、摩擦怖いなっていう時とかにもすごく使いやすいテクスチャーです。もう触り心地も軽くて伸びも良くて肌なじみがいいです。スッと浸透します。保湿力も高くて長時間しっとり感が続くのがこれは嬉しかったです。で成分のお話なんですけど、成分もこれすごいこだわってて、レチノールとレチナール2つ入ってるっていうのは私このセラム多分初めてです。
めっちゃ端的に言うと、レチナールはレチノールの進化版なので、確実にちゃんとお肌に効果的に作用してくれるっていうのがレチナールです。バクチオールっていうのは確かね、植物で作られていて、レチノールを似せた植物界のレチノールと言われてます。レチノールは刺激が強すぎて使えなかったけど、バクチオールだったら使えたみたいな、どっちも効果は似ているので、レチノールがダメだったって方はバクチオールを使うのがいいんですけど、これに関しては全部入ってるので、レチノールの効果はそのままに敏感肌の人でも使いやすいような仕様になってます。はい。で、保湿効果の持続時間なんですけど、セラムなのにちょっと乳液みたいに保湿力は高いよねとは思うんですけど、これ単体で保湿力を補うっていうのは、私の肌質的にはすごい不安かなって思いました。はい、お肌に塗ってみるとこんな感じです。私がこれを使ってた時期はちょうどね、たまたまこのニキビができてしまって、一応病院で取ってもらったんですけど、1日で末期のニキビができちゃったんですね。なのでやっぱニキビ跡回避できなかったんですよ。なのでニキビ跡を早めに治すために、その再生力が高いこのレチノール、これを使ってみました。ニキビ跡だけじゃなくてレチノールとしての効果の話なんですけど、私はずっとドクターディファラントのレチナールを使ってるんですね。で、あれはレチノールじゃなくてもう完全なレチナールなんですよ。なので効果が早いんですよ。効果の出方も強い。レチナール単体の製品よりはすぐに肌がピカピカの引き締まったつるんとした肌っていうのはすぐには手に入らなかったけど、マイルドではあるんだけども、着実にレチノールの効果っていうのは見た目として体感はできました。時期としては1ヶ月半とか数週間でお肌の張りがすぐに戻るって感じではなかったです。どんな方におすすめしたいかっていうと、このセラムはしっかりとアンチエイジングはしたいんだけども、その敏感肌でちょっと心配という方に特におすすめです。あとニキビケアとエイジングケアを同時にしたい方にもおすすめです。ちなみに私まだ使ってないんですけど、これのねアイクリームもあって、これが良かったのでね、ちょっと次このアイクリームも取り入れてみようと思いました。ちなみにちょろっとアイクリームテクスチャー紹介すると、こういうのちょっとテンション上がりません？ちょっと普通よりもなんかちょっと本格的そうな感じ、楽しいですね、使うたびに。アイクリームめっちゃ伸びいいですね。クリームっぽさが増した少し重ためのテクスチャーです。重たいんだけど伸びはすごくジェルのようにいいです。やっぱレチノール怖いってコメント多いですね。私の動画を見て使ってみたいって思えたけど、でも今まで怖かったですみたいな。でも言うてですよ、ちょっと私大げさに言ってるんですよ。注意喚起だから全然平気な人もいます。はい、続いてメディキューブのもち肌コラーゲントナー、高濃度のコラーゲンが入っている化粧水なんですけど、私これのセラムがめっちゃ大好きで、もう何度もリピして使ってるんですけど、このトナーは去年リニューアルされたもので、確かね、本当かどうかわかんないですけど1000倍コラーゲンの効果がアップしたそうです。やっぱ高濃度のコラーゲンって言ったら肌に張りと弾力をねしっかりと与えたい、持ち肌を目指したいという方にとってもおすすめなアイテムだと思います。テクスチャーはこんな感じです。かなりとろみが強い。私これしばらく使ったんですけど、香りが本当に良くて毎回癒されてました。すごいフローラルで女性らしい気分になるような香りです。とろみがすごかったんですけど、実際に塗ってみるとかなり水っぽい軽やかなテクスチャーです。で、塗るとすぐに肌に吸収されます。伸びがかなり良いですね。なので少量3滴ぐらいで全然顔全体にスムーズに広がるので使いやすいです。塗っていきます。今洗顔後で何にも塗っていない状態です。セラム塗った時と同じぐらいのツヤツヤなお肌になりますね。このトナーも塗りながら成分のお話していきます。3種類コラーゲンが入っていて、ただ大きさの違うコラーゲンとかじゃなくて、それぞれの効果に特化したコラーゲンが入ってるんですよ。一つが水分コラーゲン、これがお肌にしっかりと水分を補給してくれて保湿を持続させます。で、もう一つが弾力コラーゲン、
多分これが私世代の方一番欲しいってなるやつだと思うんですけど、これが結構ね肌の奥深くまで浸透してくれるような仕組みになっていて、弾力を与えてくれます。これがお肌をふっくらさせるような要因です。自生コラーゲン、これが肌の張りっていうのを改善してくれます。なので使い続けることによってお肌が若返ったような、そんな種類のコラーゲンで、保湿の持続力に関してなんですけど、これを塗った後すぐに美容液とか塗らなくてもすぐに突っ張っちゃうことがないので、多分蒸発してないんですよね。かなり保湿力は持続する方だと思いました。私の大好きな持ち肌を作ってくれるセラムのトナー版って感じました。マジでね、このコラーゲンシリーズは見た目のもっちり感っていうのを目指したい方にはすごい私はおすすめのシリーズです。はい、まとめるとトリプルコラーゲンとか低分子のコラーゲンとか、このコラーゲンシリーズはいろんな効能のお話を公式読んだら書いてあるんですけど、1年これじゃないけどそのセラムを使った身としては本当に肌が生き返るのね。で、特に私がおすすめしたい使ってほしい時期っていうのは、ダメージを受けたなって時、例えば旅行行った時とかに紫外線たくさん浴びてお肌がしぼんでる、焼けちゃってるっていう時とかは栄養補給っていうのがすごい大事だから、ビタミン系とこういったコラーゲン、本当にコラーゲンが働いてるかわからないけど、実際にもっちりするから使うと、だからしっかりと水分を蓄えやすいような環境を整えてくれてる証拠だと思うんですね。なのでそういった時期に自分は重宝して使ってたので、そういう時がおすすめです。続いてはこちら、メディキューブゼロポアクリーム、毛穴に特化したクリームなんですけど、肌の張りとか弾力もサポートしてくれるようなクリームです。皆さんこちら覚えてるでしょうか？私が毛穴小さくしたいんだったら私はこれを使ってるっていうセラムがあって、それがこれ、毛穴のケアしたいと思ってこのセットを買いました。今日はこちらのクリームをメインで紹介します。で、こちらは毛穴、シワ、弾力、そして美白も効果を期待できるようなものになっていて、私世代の方が持ってるような肌悩みをこれ一つでトータルケアができると思って使ってみました。青色です。クリーム自体はこんな感じで結構こっくりめです。質感的には軽いですね。重くない、かなり伸びがいいですね。乳液をそのままちょっと固形寄りにした感じ、かなりスムーズに広がります。ちょっとなじませてる間に成分のお話ししていくと、アンチセバム P っていうのが毛穴を引き締める特許成分になってるらしくて、こちらが、毛穴の引き締める効果と皮脂のコントロールをしてくれます。ちょっと香りがある化粧品って感じ。月見草の花、葛根、椿根、松の葉などの天然の複合体から作られてるのがこのアンチセバム P だそうです。なのでアンチセバム P っていうよりも、ちょっといろんな成分を掛け合わせたものをこのメーカーさんがそういう名前にしてるのかな。あとポアペプチド、肌の弾力を増加させて毛穴のサイズを改善してくれるようなペプチドの成分です。モカナ、アフリカモカナ由来のエキスで皮脂の調整と毛穴ケアが同時にできる成分です。これも特許成分らしいですね。あとはタンニン成分が入っているポリフェノールも入ってるので、これも毛穴縮小に貢献してくれます。で、私がなんでここまで毛穴ケアしたいかと思ったかって、粗さ、ミドさ、アラフォー、この段階が進んでいくにつれて毛穴の悩みは鼻だけじゃなくなってくるんですよね。結構頬のたるみ毛穴だから毛穴が肌がたるむと同時に少し長くなる。これを肌全体のリフトアップ機能もあってたるみ毛穴を改善するようなことにも特化してるクリームなんですよ。オイリーな感じの仕上がりじゃないので、どっちかっていうと結構夏っぽいジェルで仕上げた時みたいな仕上がり感です。毛穴ケアはしたいんだけど、でもちょっと乾燥肌だったりしっかりとギトギトになるぐらい保湿したい方はこれにプラスアルファで別の保湿要因を作った方がいいと思います。どんな方におすすめしたいか、まずそもそもセラムに満足してる人はこのクリーム買ってでもいいと思います。なんでかって相乗効果で毛穴縮小の効果発揮するので、たるみ毛穴の話だけだったんですけど、黒ずみ毛穴とか白い角栓とかにも効果を発揮するので、本当にいろんな毛穴悩みにも結構対応してるようなシリーズなので、よかったら皆さんも気になる方はチェックしてみてください。最後に言い忘れたんですけど、じゃあ実際これを使ってみて当時どうだったかっていうと、毛穴悩みはすごい改善するんですよ、このセラムで。ただそのしっかりと黒ずみだったり角栓がなくなっちゃうって
いうところの改善は正直やっぱり完全になんかなくなったっていう感じはなかった。ただその肌の引き締まりをすごい感じたんですね、塗った直後からっていうシリーズです。続いてアイクリームなんですけど、ビューティーオブ路線のアイセラムです。こちらは高濃度のレチナールと高麗人参が組み合わさったアイクリームなんですけど、このブランドの中で最も人気なアイテムらしいです。で、私よく韓国版アットコスメみたいなサイトが現地にあって、ファヘって言うんですけど、そちらをちょこちょこチェックしてるんですよ。もう日本語に変換できないので韓国語をスクショして日本語に変えて読んだりとかしてるんですけど、ちょっともしファヘ日本語にするいい方法を知ってる方いたらぜひ教えてほしいんですけど、ちょっとそれは置いといて、そのファヘのサイトでこれめちゃくちゃ人気なんですよ。で、私の記憶が正しければ私世代の方、30代の方のスキンケアの製品のランキングでも結構上位にいたから確かこれ買ったんですけど、めっちゃいいです。でこれアイクリームなんですけど、伸びがめちゃくちゃいいので私は全顔に使ってます。で、韓国の方ってアイクリーム結構全顔に使う方多いらしいです。はい、こんな感じです。ふわふわですね。こちらもとっても伸びが良いです。で、このテクスチャーの一番私が思う特徴的なところっていうのは、肌に触れないんですよ。一定の厚みを保ちながら周囲に伸ばされるんです。わかります？では馴染んでる間に成分の説明お話しすると、高麗人参が入ってるんですけど、サポニンっていう成分が入ってるんですね。でこれがお肌にたっぷりと水分補給をしてくれます。その水分をしっかりとキープする力を持たせてくれるんですよ。さらにはレチナールが入ってるのでシワを改善するっていうしっかりとしたエイジングケアをサポートしてくれます。なのでテクスチャーの黄色い色味は自然な色、そのビタミンの色です。結構ね、色味的には黄色みも強いのでしっかり入ってそうですよね。こちらの目元に塗ってみます。うわ、本当にやっぱり、いやもちろん今日紹介した他のやつもいいけど、やっぱスキンケア界の中でもこの塗り心地の摩擦レスさはえぐいです。はい、保湿力はなかなか高くて持続力もあったんですけど、ちゃんと浸透するんですよ。表面がいつまでもベタつく感じがないので、夏に使っても重たくならずに快適に使えてました。結構高麗人参の匂い強いです。成分の話まとめると、高麗人参エキスとレチナールで、あとはその他にグリセリンが入ってるので、これが肌の保湿をキープしてくれます。あと滑らかさも保ちます。あとナイアシンアミドが入ってるので美白とシワ改善効果があります。まとめると、弾力感全体的にアップさせたい方だったり、目元の小じわが気になる方にとってはとっても必見なアイテムです。で、一応低刺激でもあるので、そのレチナール初心者の方でも使いやすいと思います。ちなみにね、私これレチノール久しぶりに使ったのに全然平反応出なかったんですよ。だから最初大丈夫かな、本当に効果あるかなと思ってたんですけど、しっかりとちゃんとレチノールらしい効果は得られたので、敏感肌の方にも結構使いやすいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日は9点でおすすめのアイテムたちでした。ちょっと途中からね、目が急に赤くなっちゃったんですけど、気づきましたか？最近松エクして私どうしてもいつも染みちゃうんですね。なんでって目開けちゃうんですよ。なんかずっと開いてるらしくて、松エクしてる間に。で今回それがひどくて、なんかずっと目がね染みちゃってるんですけど、夜になるとねこの現象が昨日から起きてます。皆さんも松エクするときは気をつけてください。今日紹介したアイテムたちはメラニン食べちゃうような美白アイテムだったり、シワ改善に特化したレチナールたちのアイテムが多めだったんですけど、毛穴ケアにおすすめのアイテムも久々に紹介させていただいたんですけど、個人的にはマジでメディキューブの毛穴ケアシリーズ間違いないと思うので、よかったら試してみてください。若干刺激はあります。なので敏感肌の方は本当に少量ずつ使ってください。私はね大丈夫だったんですけど、たまにね肌弱ってる時使った時にちょっとピリッとしたことがあったので気をつけてくださいね。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。